ここは銀河の平年。とある辺境惑星に築かれたコロニー国家。リムワールドの過酷な環境の中で、アニムセンと呼ばれる半獣の種族は独自の文明を築いてきました。今回はその夫で働く新兵の一日を通して、物語の舞台となる拠点ツアーへご案内します。君が新兵のモモくんだね。俺が今日の案内役だ。よろしく。はい、よろしくお願いします。購買率の試験を通ったんだ。大したもんだよ。今日から君は誇り高き王都の守備兵だ。気負わず行こう。はい、ありがとうございます。ここは？難民キャンプだ。最近は落ち着いたが、まだ時折流れてくる人たちがいる。まずここで受け入れて、身体検査をして、武器は全部預かる。難民は、オートには入れないんですか？ああ、オートは身元がはっきりしてて、機能のあるものしか受け入れてない。寝床の数にも限りがあるからな。彼らにはここで農作業を手伝ってもらって、希望すれば技能に見合った全焼地で働いてもらう。それが定番のルートだ。ちなみに、君は共和国の議員さんのご子息だったっけ？はい、父が元老院議員です。門番ですら、それなりの身分か、技能がなきゃ雇ってもらえんのだよ。俺の親は難民だったんだけどな。難民で市民になれたんですか？まだトロス王の治世で、この国がこんなに大きくなる前だったのさ。だから、古参市民扱いで、それが身分になってる。俺はラッキーってわけだ。大きな畑ですね。ああ、よく実ってるだろう。しかし、壁の外に畑があると、襲撃で燃やされませんか？それはある程度想定済みでな。食料のほとんどは全焼地の農場から来るんだ。これは備蓄用と交易用だ。それに、襲撃は滅多にないんだ。国境警備隊もいるし、カノン砲を配備した砲撃陣地もあるからね。そもそも、近隣の敵対勢力は全部潰しちゃったしね。なるほど。それでも、虫とか、シャンブラーの群れとか、人狩りなんかは来るぞ。脅威が来るときは、巫女様が事前に察知して、警告してくださる。その時は外に出ている市民の救助や誘導を俺たちが行う。そこが我らの正念場だな。はい、頑張ります。立派なもんですね。この門はナオ様が作ったんだ。ナオ様？あの伝説の石工職人の。そう、定石は何度か回収してるから当時のままじゃないが、この門だけは今もそのままだ。そして、この門は一度も敵に突破されたことがない。すごい。見てて飽きないんだよな。この門、年季が入ってるのに全然くたびれて見えない。職人って、こういう門を残せるんだなって、立つたびに思うよ。ここが弊社だ。寝泊まりはここになる。はい。最初の1週間は、他の奴のいびきでろくに眠れない。これはもう、全員通る道だから覚悟しとけ。対策はありますか？慣れる、以上だ。そうですか。耳栓は自前で用意するといい、支給はされない。病院だ、怪我でも病気でも、遠慮なく来い。医師のブリオ様は少し前からお加減が優れなくてな。今は別の医師が見てくれてるが、腕は確かだ、安心しろ。ブリオ様といえば、アニム戦の方ですよね、王族の。ああ、巫女様の父上に当たられる。長いこと、この病院を一人で切り盛りしてきたお方だ。早く良くなるといいですね。そうだな。訓練場だ。門番は交代制だから、空いた時間はここで訓練する。わかりました。たまに王が視察にいらっしゃることがある。ロゴ王が直接？ああ、平時はそんなに怖くないから大丈夫だ。わかりました。焦ってヘマするなよ。あと、なんか話しかけられても、普通に答えりゃいい。普通にですね。無理そうな顔してるな。
装備の支給と交換はここだ。古くなったり破損したりしたら、勝手に使い続けるな。必ず交換に来い。はい。装備が悪くて怪我するのは、本人の責任になるからな。パンツやシャツも支給されるんですか？もちろんだ。衣類は仕立て屋に行けば新しいのをもらえるぞ。布製より、アルパカ毛のやつが暖かくていいぞ。夜勤は冷えるからな。ここが市場だ。食料から道具から衣類まで、大体のものは揃う。賑やかですね。いろんな種族の人がいる。各地から商人が集まるからな。共和国の業者も多いし、遠いところだと遠東国から来てる連中もいる。とはいえ、衣食住は支給されるから、買うとしたら嗜好品かな。先輩は、どんなものを買うんですか？タバコとか、ちょっといい酒とか、あとは親へのプレゼントとか。親孝行ですね。大したことじゃない。早く行くぞ。ここは地下牢だ。暗いですね。当たり前だ。犯罪者や戦時中の捕虜を収容する。守備隊も交代で見張りに入る。今は誰か入ってるんですか？今は体、平和な証拠だな。馬小屋だ。王や重臣たちの馬の世話をしてるところだ。許可なく触るなよ。ましてや勝手に乗るなよ。羊もいますね。あとは蜂蜜種用の蜂箱もある。刺されないように気をつけろよ。ここが一番お世話になる場所だな。いい匂いがしますね。飯は無料だが、酒は有料だ。酒だけ有料なんですか？無料にすると、際限なく飲む奴がいるからな。飲みすぎ対策だ。なるほど。勤務中は酒はダメだぞ。当たり前だが念をしておく。はい、わかってます。飲みた拒否番の夜に来い。いいワインがある。奮発する価値はある。楽しみにしてます。市民の住居だ。治安は悪くない。たまに喧嘩してる奴がいる程度だ。見かけたら、怪我しないうちに、間に入ってやれ。止め方の作法とかありますか？でかい声で、やめろ、という。それで8割は止まる。残り2割は拳で語り合ってる奴らだから、落ち着くまで待て。学校だ。王族の子供も、市民の子供も、ここで一緒に学ぶ。身分関係なく、ですか？ああ、この国の方針だ。共和国では、貴族の子供と平民の子供が同じ教室に入ることはなかったので。共和国は奴隷制もあるし、身分格差は、ここよりきつそうだな。そうですね。インビットなんかは奴隷身分ですし。まあ、インビットはな。オートでもキャラバンの護衛以外は立ち入り禁止だ。あいつら話が通じないからな。さて、市内は一通り回ったな。お、ちょうど前哨地からの荷物が届いてるな。しかも今日は共和国からの納税日か。手伝ってくれ、金蔵まで運ぶぞ。わかりました。めちゃくちゃ重いです。シルバーがぎっしり入ってるからな。どのくらい入ってるんですか？この瓶だけで、50万シルバーくらいじゃないか。50万シルバー？昨年度の税収は、全部で1360万シルバーだ。決算書が公開されてるから、読んでみるといい。1300。金鉱山と銀鉱山もあるし、前哨地からは、毎日のように、食料や生産品が届く。だからオートの市民の衣食住は全て無料だ。医療も、教育も無料だ。税金もない。真面目に働いてさえいれば、天国みたいなもんだろ。だから、守備兵の採用倍率があんなに高いんですね。そういうことだ。思いをしながら、改めて実感してくれ。ここからは城内だ。声のトーンを落とせよ。はい。城内の警備はこの衛兵の仕事だ。守備隊の中のエリートたちだ。見かけたらちゃんと挨拶しろよ。はい。今日はいないが、騎士団員が城に来ることもある。グリフォン騎士団ですね。僕、最初は騎士団と守備隊で迷ってたんですよ。でも、父に騎士団はやめておけと言われて。正解だ。え？騎士団はな、ヘッセ家との戦で壊滅しかけて、生き残りで再興したんだが、あいつら、騎士団はプライドだけで生きてるような連中なんだ。まあ、常に前線にいる奴らだからな。
意識が高いのはわかるんだけど、喋ると本当にムカつくんだよ。傲慢で、威圧的で、俺たち守備兵のことをめちゃくちゃバカにしているのを隠そうともしない。先輩、それ大きな声で言わない方がいいんじゃ。わかってる、だからここでこっそり言ってる。ただ、近々、イルゴ様が騎士団長に就任されるって話だ。イルゴ様。国王の弟君ですね。ああ、まだ20を超えたばかりだが、立派な方だ。特に戦闘に優れていて、剣の腕は王をしのぐほどだ。しかも、あの方は気さくでな。守備隊の俺たちにも分け隔てなく接してくださる。王族なのに、全く偉ぶらない。それは、すごいですね。イルゴ様が騎士団長になれば、あいつらも少しは変わるんじゃないかと思ってるんだが。まあ、無理かな。本当に嫌味な奴ばっかりだからな。先輩、騎士団が苦手なの、だいぶ根が深いですね。それと、一つだけ肝に銘じとけよ、汚職だけはするな。はい。当然です。魔が差す奴もいるんだよ。これだけシルバーが動く街だ、誘惑がないとは言えない。それでな、ゾロっていう密偵長がいるんだ。密偵長？若いけど、すごく怖い人なんだ、王の懐刀って言われてる。最近は戦争がないから、国内の汚職摘発をバンバンやってるんだ。悪いことをすると、必ずバレる、それだけは保証する。わかりました。絶対しません。俺も何も後ろめたいことはない。だから今日、こうして堂々と君を案内できてる。まあ、騎士団の悪口を小声で言うくらいは、セーフだと思ってるが。それは、密偵長も多めに見てくれますかね。多分な。ここが北の森だ。前は立ち入り禁止だったが、今はパトロールが入ってる。何かあるんですか？先代の巫女様。ロビ様が暗殺されたろう？はい。あの時は共和国でも、すごい騒ぎになりました。その犯人が潜伏していたのが、この森なんだ。そうだったんですね。夜は真っ暗だし、変な気配がすることもある。もし、変な声が聞こえても耳を貸すな、気のせいだから。気のせい。ですよね。気のせいだ。墓地だ。王族や身分の高い方々が眠ってる。ここもパトロールに入る。夜はやっぱり怖いですか？昼でもちょっと怖い。正直な先輩ですね。こっちが巫女様のお住まいだ。警備は基本この衛兵の仕事だが、人手が足りない時は呼ばれるぞ。向かいの建物が重臣たちの住まいだ。光ってたり変な音がしたりしてる部屋がありますが。あれは？バズ博士の研究室だ。気にするな。何を研究してるんですか？よくわからん。知らない方がいい気もする。今日は特別に許可をもらってある。ちょっとだけ王宮も見るぞ。足音に気をつけろ。ここがアニ祭りの広場だ。行事のある日しか入れない。普段は遠くから眺めるだけだ。綺麗ですね。ああ。ここでは巫女様をはじめ、アニム戦の方たちが瞑想をなさる。だから城内では静かにするんだぞ。わかりました。奥は謁見の間だ。王が外国の施設とあったり、陳情を聞く広間だ。左の塔は客間や王の執務室がある。右の塔は王のプライベート空間だ。中庭の花が綺麗ですね。許可なく入るとこの衛兵に怒られるからな。絶対入るなよ。はい。せっかくだから、アニ祭りで少し、祈っていくか。いいんですか？もちろんだ。何を祈ったんだ？出世できますようにって。先輩は？俺はブリオ様の帰りを祈った。ブリオ様の？俺はブリオ様に、命を助けていただいたんだ。難民として、ここにやってきた時、ペストが流行った。その時、俺の命を助けてくれたのが、ブリオ様なんだ。そうだったんですね。アニマ様に、願いが届くといいですね。ああ、そうだな。以
上だ。これで一通り回った。疲れたか？すごく疲れました。でも、想像してたより、ずっとすごい街で。明日からが本番だ。頑張れよ。はい。さあ、今夜は非番だ。居酒屋行くか、おごってやる。いいんですか？新兵の初日くらいはな、明日からは自分で払え。ありがとうございます。よし、じゃあ行くぞ。平和と繁栄に包まれた王国で、間もなく産業時代の幕が開きます。内紛、技術革新、巨大な外部勢力、そしてカオス。複雑に模様が混ざり合い、かつてない混乱が王国を襲います。この王都も例外ではありません。物語の続きは獣たちのリムワールド産業時代編にて、この王国の運命が大きく動きます。どうぞお楽しみください。